東京荻窪のカンパチ沿いに本拠を置くスプーン。そこには妥協やマーケティングは一切存在せず、あるのはボルト一本にも息づいているシンプルなポリシーだけ。単純に一番最初はですね、ホンダの車が好きだったと。ホンダの車が好きで、仲間にもそれを磨いたり、あるいは今でいうドレスアップみたいなことに一生懸命な人もいたし、僕はどちらかというとそれをサーキットで走らせた時に非常に感激した。あるいは非常に操縦性なんかが他の車より分かりやすかった。そういったことでますますまたホンダの虜というか、ホンダ好きになっていったわけですね。1970年、市島はこの N360 でモータースポーツの世界に足を踏み入れる。以来、3度の飯よりもレースが好きなアマチュアレーサーとして活躍。ますますホンダ車の魅力に惹かれていく。そして、ちょうど今から15年ぐらい前、シビックが、その当時鈴鹿で3分切るのがやっと、筑波サーキットですと1分10秒程度。今や普通のナンバー付きの車が切れるタイムなんですけれど、その当時は非常にそれが壁で、僕らはそれを毎年シーズンオフにテストすることで、徐々に車を速く、それから軽く強く、していくことを、やり続けている。それを、スプーンという会社を使って一般のストリートの車に同じような手法でパーツをあるいはサービスを展開しようとし始めたわけですね。スプーンの車作りはレースで勝てる走り。この非常にシンプルな信念のもと、時には海外へのレースへチャレンジ。常にコンマ1秒を競う中でスプーンのパーツは磨き上げられていった。いやー、本当に懐かしいな。完全に10年以上このエンジンの下のなさ、本当にこれでレースやってたのかと思うと全然老けていかない。そんな思い出が詰まった一台グループ A マシンのサウンドが今つくばによみがえる。グループ A にシビックありと言わせたルーツともいえるこのマシンを市島はワークスよりも早くレースデビューさせていた。今ステアリングを握っている岡田選手は87年グループ A レースにおいてシビックを初のチャンピオンに導いた立役者。なんかタイムスリップしてみたいな感じだよね。昔のエンジン屋さんは上の回転にこだわってたんだな。あれなんだあの黄色い車は。岡田さんの懐かしいグループ A 見えたり、お、なんか追っかけてきちゃう。あれとそこへ現れたのは天禄王者の最新版シビック R。 あ、服部だよ。アメリカに行ってると思ったら。ドライバーはご存知服部直樹。このシビック R はスプーン自慢の 1.8 リッターキットに足回りのチューニングを施したライト仕様。人呼んでスプーンシビックにしても速い。服部選手、今度はグループ A マシンへ。懐かしい。おお、この下のなさ、グループ A だ。ああ、ブレーキがブレーキがすごい。おお、キンキンしてる。
ってた最初の頃、もちろんその時代とはさ、ただ車違うんだけど、なんか嬉しいこれ。この時代からさ、俺ちょっと前まで乗ってた JTCC まで、この進歩は何っていうぐらいだもんね。でもなんか魂が生きてるっていう感じでする。そう、これとね、やっぱりN1 も含め、この街走ってる車っていうそのが一緒で、れから JTCC のアコードまで全部その FF のなんか集大成っていうか、魂が感じられるね。いいやこれ。なかなかいい。 OK。今普通に買うシビック R は、15年ぐらい前の数千万円するワークスのレーシングカーそのままです。これほどまでの進化を実現したホンダの車作りとは一体何なのか。その答えは実にシンプル。突き詰めれば走りを極めるアプローチはたったの2つに集約される。一つは動力性能を上げること、そしてもう一つは運動性能を上げることである。車に詰め込まれたさまざまな構成要素も結局はこの2つの性能を上げるためのものなのである。これはホンダに限らずどのメーカーも行ってきたことであり、極めて正常な方法である。それではどこにホンダの飛び抜けた速さがあるのか。他のメーカーと触ってると決定的に違うポイントっていうのは、突き詰めて言うとですね、精度に対する考え方が違うんですね。ホンダの車作りの根底にあるこだわり、精度。緻密な機械構造を持つ車にとってごく当たり前と思われるこの言葉こそホンダ車の魅力を説くキーワードなのである。エンジンを例にとれば、平行度、垂直度、面速度の基準が他車と圧倒的に違う。例えばピストンの平行度を金太郎飴で見てみるとこうなる。どこを切っても同じ顔が売りの金太郎飴。そのためには目、鼻、口など各パーツの平行度に寸分の狂いがあってもならない。ではどのくらい狂わないかというと、まず 100m 伸ばして切ってみるとご覧の通り両者は同じ顔。続いて今度は一気に 1km 先まで。ホンダの平行度の基準は 1km 先で誤差わずか2ミリだから、切り落としても表情はほとんど変わらない。対して B 社は圧倒的に違う誤差でピカソもびっくりなのである。さらに精度を高めるということは、今まで見えなかったその先で起きている現象を解明できるということになる。例えば猫がテーブルからジャンプしてカーペットの床に着地する瞬間を10分の1秒の世界で見てみると、瞬間は猫の足の肉球が床面に接した時を示す。しかしこれを1000分の1秒で除くと、カーペットの無数の毛の中の最初の1本の先端に肉球が触れた時を瞬間として示す。つまり10分の1秒の世界では見えなかったものが1000分の1秒では見えてくる。ホンダがレースで強いのも実はこの世界での経験がものを言っていたはず。精度の追求に対する考え、フリクションロスの低減、これこそがスプーンの基本。平行なものはより平行に、高精度だから高性能。10キロ先でも同じ顔の金太郎飴を作ろうとし、さらなる限界を探るためカーペットの見えない毛先に触れる瞬間までをも見つけようとする。当たり前のことを追求していく、それがスプーンなのだ。
タイヤのバランスをよく取られると思うんですけど、15キロあるタイヤとホイールが20グラム狂っただけでも高速道路でその振動を感じると思うんです。私どもではこれはピストンとコンロッドのバランスを全て含めてだいたい 0.2 グラム以内ぐらいに合わせてるんです。これをすることによってよりスムーズで高回転で振動の出ない、非常にパンチのあるエンジンができると思います。これはスプーンの自信作でですね、ご覧の通り、こちらのピストンが R のピストンです。スペシャルピストンはスカッフデトネに強いオーバルデザイン。なんでここまでやるかっていうと、ただ単にパワーが欲しい、爆発力が強いエンジンを作るわけですから、ピストントップに関しても強度が欲しいわけですね。しかもここピストントップが荒れてれば荒れてるほど中のガソリンですね、こういうものが非常にいい霧の状態で、しかも爆発に耐えられるようにはならないんです。パワーの源ピストン。精度を追求するためのこだわりがスプーンのパーツ一つ一つにも息づいている。それでは1000分の